警告です。ネタバレの警告です。今回の動画の内容には、鬼滅の刃、そして配給、この2作品のネタバレが含まれています。鬼滅の刃は2023年に配信中のアニメすべて。配給はシーズン2までを見終わっていないという人にはネタバレになる可能性があります。物語の重要な部分には触れていませんが、ネタバレは絶対にダメという方はここでご視聴をストップしてください。大丈夫だよという方はこの先もご覧くださいね。それではどうぞごゆっくり。今回は鬼滅の刃に登場するこのお面についてお話しいたします。鬼滅の刃にはいろいろなお面が登場します。それぞれのお面についていろいろお話をしたいことはあるのですが、今回はこの鱗滝さんがつけているお面についてのお話をしますね。今回の話題はこちらにまとめました。一つ目、このお面は何のお面なのでしょうか。二つ目、アニメ配給と何の関係があるの。三つ目、あのお面を見たらなんで日本人は先生だと思ってしまうのでしょうか。この3つについてお話しいたします。それでは最初の話題、あのお面は何なのかについてです。あれは天狗のお面です。天狗、漢字でこう書きます。それぞれの漢字の意味についてご説明しますと、天の犬です。とはいえ、このお面、あんまり犬っぽく見えないですよね。その理由も含めて、天狗とは何かについてお話しいたしましょう。天狗とは何かという説明はいろいろややこしいんでざっくりとご紹介しますね。天狗が最初に日本の公式文書に登場したのは西暦720年です。その時は空を飛ぶ謎の生物みたいな扱いをされていました。中国でいろいろ学んできたお坊さんが流れ星を見て、あれは天狗、つまり天をかける犬だと説明したようなのですが、そのイメージはいまいち定着しなかったようです。次に日本の歴史書に天狗が登場したのは西暦970年。200年以上の時間の中で天狗は日本の八百万の神様やもののけ、修験道などさまざまな影響を受けてイメージが融合し、今に伝わる姿となったようです。修験道というのは神道と仏教と山岳信仰が融合したようなもので、すごく雑な説明をすると、山の中で非常に厳しい修行をして自分を鍛える道のことです。日本という国は
国土の 75% が山なんですよ。鬼滅の刃の風景描写も山が非常に多いですが、平野が少ないので移動も大変です。登場人物がいつも徒歩移動しているのは、馬車が走れるような道がなかったからです。日本に旅行に来て新幹線に乗ったことがある方はご存知だと思いますが、新幹線に乗っている間、すごくたくさんのトンネルを通過します。トンネルだらけ、つまり日本は山だらけだということがお分かりいただけると思います。話がそれました。元に戻しますね。そんなわけで、日本には1000年以上前から天狗がいたので、日本のアニメにもちょくちょく天狗をイメージしたキャラクターが登場しています。天狗の特徴はこんな感じです。翼がある。大きいうちわを持っていて風を起こす。なんとなくカラスっぽい特徴がある。天狗イメージのアニメキャラクターにどんなものがいるかは、天狗アニメキャラクターで検索してみてください。勇ましいものから動物っぽいもの、美少女キャラまでいろいろあります。厳しい修行をしているとはとても思えないようなキャラクターも多いですが、それも含めて良くも悪くも日本のアニメキャラだなぁと楽しんでください。天狗の特徴をお話ししたところで、すでにお気づきの方も多いと思いますが、鱗滝さんのこのコメント、上限の死の鬼、半天狗は、どちらも元ネタが同じということになりますね。さて、次のお題です。時代もテイストも全然違う作品、配給との関係についてお話しいたします。関係があるのは彼。白鳥沢高校のエース、牛若こと牛島若俊くんです。牛若が関係している天狗は、日本で一番有名な天狗と言っても過言ではないと思います。牛若というのは彼のニックネームですが、日本では一般的に牛若という名前はとてもすっごーく強い侍の名前として知られています。牛若は子供の頃の名前で、そしてその牛若は山の中で天狗に稽古をつけてもらった。だからものすごく強くなったという伝説があるんです。そんなわけで山の中で天狗のお面、そういう風景を見ると、もう反射的に、ああ、先生だと思ってしまうんですよ。誰でもそう思うかと言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんが、私のように歴史好きな日本人は、山の中で天狗イコール先生というイメージがあります。牛若が天狗に修行をつけてもらった伝説の絵も残っています。牛若に矢印をつけました。牛若小さいと思いませんか？天狗が大きいのはまあ当たり前なんですけど、牛若も子供なんです。4歳とか5歳とかそんなものではないでしょうか。この絵の通り、牛若はほんの小さい子供の頃から天狗に稽古をつけてもらっていました。そして少し成長して、当時京都で暴れ回っていた弁慶と出会います。
当時の弁慶は向かうところ敵なし。出会った男と戦ってはその刀を奪うということをやっていたんですね。ところが牛若と対決して牛若には負けてしまいました。それ以降弁慶は死ぬまで彼の配下として付き従うことになります。牛若と弁慶、配給の中でセットで登場しているので、海外の YouTuber さんが突然出てきたこの弁慶って何の話と戸惑っている姿を見かけましたが、弁慶について謎が解けたとすっきりしていただけましたら幸いです。牛若は成長し、名前を変え、源義経と名乗るようになりました。日本全国に義経伝説は残っていますが、京都で有名な場所はこの2つでしょうか。一つが鞍馬寺。これは牛若が子供の頃預けられたお寺で、この裏にある山、鞍馬山で天狗に稽古をつけてもらっていたと言われています。もう一つが清水寺。これは観光地として非常に有名な場所なんですけれども、牛若と弁慶が実は清水寺で戦ったという伝説も残っています。もし京都に観光に行くことがありましたら、天狗や牛若について思い出してくれれば嬉しいです。さて、天狗のお面をつけたかまど炭治郎の先生、鱗滝左近次さん。この鱗滝さんの名前も深掘りすると、まさに先生としか言いようがない素晴らしいお名前なんです。そのお名前の素晴らしさについてはいつかまた別の動画でご紹介したいと思います。というか、鬼滅の刃、登場人物それぞれの名前、それぞれ素晴らしいんですよ。とてもよく考えられて名付けられていると思います。登場人物の名前を聞いただけで、その人の人となり、背負ってきたもの、その他いろいろなイメージや想像がバーッと広がるような計算が張り巡らされているように感じますし、作者の後藤家小夜春先生の各キャラクターへの愛情も伝わってきます。それぞれのお名前について動画を作りたいなと思っていますので、もし見たいな、興味あるなと思ってくださった方は、チャンネル登録と高評価でぜひ応援してください。最後に今回の動画に関連するおすすめ動画をご紹介しましょう。3つです。1つ目、牛若の物語、英語字幕付きです。2つ目、東京都で行われている天狗のパレードの動画です。3つ目、日本のスター、SnowManのミュージックビデオです。牛若を演じた人が座長を務めていたステージの曲ということで関連動画に入れました。概要欄にリンクを貼っておきますので、こちらもぜひお楽しみください。さて、それでは今回のおしゃべりはこの辺でお開きにいたしましょう。もしこの動画が気に入ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。お友達にもぜひご紹介ください。コメントもお待ちしています。日本語でコメントを書いていただければとっても嬉しいですが、どんな言語でのコメントも大歓迎です。Google 翻訳を使って必ず読ませていただきますね。
それではまた次の動画でお会いいたしましょう。お相手はともでした。またね。